皆さんこんばんは。西園寺淳と申します。今回の物理入門講座は前回の続きとしまして、放物運動をしている物体同士がですね、衝突する問題について講義したいと思います。前回も言いましたようにですね、今回の講義は現在の他国のミサイル攻撃に対する防御の考え方になるかと言いますとですね、なりませんので、そこのところはあしからずということです。ただしですよ、他国ミサイルが一定方向でですね、しかもですよ、等加速度運動で、しかも空気抵抗がないような理想的な状態であればですね、考え方は使えると思います。使えるかもしれませんが、でもね、こんな実際のこんな古典的な方法でですね、やるというのはどこの国もやっておりませんので、そういうことです。で実際のミサイル防衛に関してはですよ、前回も言いましたように、管制レーダー施設から位置情報をですね送ってもらって、誘導ミサイルでですね追尾しながらですよ、破壊するというやり方をとっております。前置きはこれぐらいにいたしましてですね、早速、始めることにいたします。ここで扱うのは空気抵抗のない理想的な状態ということで、やっていきます。まず第一問でですね、原子炉設備のですね、真上に敵ヘリがおりますと。でこれが静止して、今にも爆弾を落とそうとしております。でこの爆弾が強烈でですね、これは危ないということですね。でこれを落としました。すると自衛隊はですね、この爆弾を到達する前に破壊しようとして大砲で撃ちました。これと同時にですね、パーンと、そうした時にこの時の大砲のですね、仰角ですね、シータとこの速度、どれぐらいであればここで命中するんだろうかというような問題です。で今距離、大砲からの原子炉施設までの距離は L と、それから高さはですね、ヘリの高さは H というふうにしますと、こうあるわけですね。でこの問題はですね、結局もうちょっとね、これはこんな問題作っていいのだろうかってちょっと思いますが、不謹慎ですよね。もう本当どうか苦情だけは言わないようにお願いいたします。一応物理の問題で、ちょっと設定がおかしいだけですのでよろしくお願いいたします。でこのヘリはですね、爆弾はどういう運動をするかといいますと、これは自由落下です。止まっておりますから。それから大砲はですね、これは射砲投射といいますか、これですね。で、これでこれを命中させるためにどうすればいいかということなんですね。でそれを今からやっていきますということです。でそれで、ここにですね、大砲のまず弾から、この日本軍の方からですねやりますと、今、ここで当たったとしましょう。命中したと、その時の時間をですね t とします。でこの t とした時にもう、射砲投射ですから、もうすぐにですね、速度は、水平方向は等速度運動ということでしたよね。でそれでこれが出てきて、距離はもう速さかける時間ですから、これで出てくると。そうしますと、ここからここまでは L ですから、この L が、この X はもう L と同じということですよね。でそしてそこで当たるわけですから、ここまでいかんと当たらんわけです。ここは下に落ちていくだけですからね。よってこれから t がこれで元はこれをこっちに持っていけば、これはここですから L ですから、これが L、これ1番ということになるわけですね。でそれで今度は鉛直方向ですね。これはもう投げ上げと一緒と、前回も言いましたよね。
投げ上げと同じですから、鉛直速度はですねだんだん重力加速度によって速度が落ちていくという、最後は一番上に行った時はゼロになるわけですけども、で距離はどうかと、鉛直方向、これはこれの面積だ言うてやりましたから、これがすぐ出てくるでしょう。速さ初速度に、y 正分ですね、このサインシータかかってっていうのはこっち向きということですよ。そしてこれで出てくるということになるわけです。そうしますと、ここで命中する条件とは何だということですが、それはですね、ここの座標ですね、位置座標が一致することですね。こっちからとこの大砲のですね弾の位置座標が t 秒で置いてですよ、一致するこということです。これで当たるということですね。一致すれば座標がピタッと合うわけですから。で、それでですね、この2と3を等しいと置くわけです。でそれで2と3を等しいと置いたら、うまいことにこれとこれが消えますので H は V0 サインシータ t とこうなります。で、これにですよ、この t が何だったかとはこれですね、ここからここまでの到達時間、この V0 のですね、発射された時の時間をここの中に入れてやればいいということになって、それをまとめますと、もうタンジェントシータ、コサインシータ分の、サインシータになるわけですから、これでタンジェントということで出てきて LH ということが出てくるということで、でこれでよく見ますとね、これは V0 とか、シータは関係しますけれども V0 は一つも関係なくにこれは当たるということですよ。これね、条件、ここが一致する条件ということは V0 に関わりなく当たる。だから常にですね、これはどういうことかというと、タンジェントシータというのはですね、このヘリをこれタンジェントはこれ分のこれですか、ちょうどここを狙っていけばですよ、絶対に当たるということになるわけです。これはね、だから下手な、慣れてない人がですね、適当に角度だけ決めて腕ってやったら、これを狙いさえすればですよ、絶対当たるということですね。ただしですよ、これは理論上ではあるわけですから、ひょっとしたらこれがこの地形からここまで落ちてここで当たるかもしれないという可能性もあるわけです。でそれでですね、それを防ぐためには、すなわち H2 というこの長さですね、3番の式、この H-2 分の 1GT 次乗が、これが正でなければならないと。これ理論上は負の場合でもこうやってここで当たる場合があるわけですね。ここでその代わり当たることは当たるんですよね、理論上はですよ。だけど上で撃たんと思った原子量施設を破壊されてから、あらら、じゃあ取り返しがつきませんのでね。でそれでこれを求めてやればいいと。そうするとここの中にこれを入れてやればよろしいということになるわけです。でそれがですね、もう計算したやつがここにあるわけですが、 Y2 の条件よりですね、それを今これをここからグボンと入れますと、だからこうなってですね、でコサイン、あらコサインが消えてますねって、それはですね、ここのシータ見てください。この長さ分のこれですから、これはこの長さは三平方の定理で求めてやればいいですね。 L 次乗と H 次乗を足したやつのルートと、それがこの長さになる。だからコサインっていうのはそれルートのですね L 次乗プラス H 次乗分の L ということで、それを使ってやるとここが出てくるということの、このコサイン次乗シータのところですね。そして V0 次乗でしたから、これでルートでかませてやればよろしいということになるわけです。でそれでこれが出てきたということになるわけですね。でこれであるという条件ですね。だからこの条件 V0 はこの速度、これは全部分かっていますから、 L も H も全部分かってますから、これ以上であって、しかもヘリを狙いさえすれば、あとは速度関係なしに絶対に上に当たって防御ができます。いいですねということになるわけです。じゃあ次は次の問題をやります。よし。
次はですね、敵国からミサイルが撃たれ、ちょうどミサイルが最高到達、ここからバーッと加速してですね、で体験外に出たか知りませんけども、ここに来てちょうど到達点で V2 の速度でもうエンジン切りましたと、ミサイルのエンジンですね。でここから惰性で落下して、日本を攻撃しようと。中国とかそんなことは言えませんのでね、どこの国かはちょっと今のところ伏せておきますが、で、これでこう来ますから、ここで日本の領土に、爆発させられますので、これを大砲で、途中でですね、上空で破壊すると。で V1 で撃って、両角シータで撃ったと、言って、でここで、撃ち落とすための条件を求めなさいと、いうことです。でこれはですね、これもまたしてもですね、こんな問題を、申し訳ないと思います。また不謹慎でですね、苦情なしでお願いしますよ。それでこれはですね、ここからですよ、今度は水平投射の問題ですね。前回やりましたよ、公式のところでね。それからこっちは今さっき言った、第1問と同じですね、投射と射砲投射ということです。でそれとこれとがぶつかるところ、これをその条件を出して、どういう条件になればこれは命中させて守ることができるのかと、ミサイルからですね、ということになるわけです。でそうしますと、これはやはり同じようにですね解いてやればよろしいということになるわけですね。でまず大砲の弾はもう先ほどと同じです。これね、こういう位置もですね、ここのところ T で、今ぶつけたと、命中したと、今時間はですよ T でなったとした時の式です、これがね。で、位置もこうやって出てきました。それからミサイルの方はですね、今度は水平投射ですから、これは延長方向は自由落下と同じですね。で最初の初速度だけがあるということですから、これただし向きは速度は逆向きになってますのでね、マイナスがついておりますということですね。でそれでやはり同じようにですね、命中させるための条件というのは、ミサイルでここの位置情報、ここを原点とした時ですよ、ここから原点とした時のここの XY と Y の座標がと大砲の弾のですね、当たった時のここの座標がですね一致すればよろしいと、こういうことになるわけです。でそれでですね、それはどういうことかというと、この X1、ここですね、この位置衝突、大砲の弾のこれと、ミサイルの X2 の位置とが一緒ということです。でそれがこれです。でこれで一緒に解いてやればこういうふうになると、5が出てくる。それから、今度は、鉛直方向ですね。鉛直方向は Y1、これですね。もうこれと今度は鉛直方向のこれですね、これとが、等しいというふうにしてやったのがこれです。だからこんなふうになった。でそれはなぜかというと、2分の GT とこっちが消えるんですね。そうすると H とこれだけが残ります。こういうことですよね。でここでですよ、大切なことはですよ、サイン、この t をちょっと出しますとね、 t はどういうことかというと vy サインシータ分の h とこういうことです。とそうしますとね、これからですよ、これはサインの関数はですよ、こういうグラフになるわけです。でそうするとこっちは x 軸でここ0で y とこうしますとね、そうすると正でないとですね、時間の負のっていうのはちょっとね、こう現実打ち落とす問題ですからありえませんので、必ずシータは正であるというこの条件がこれは必要になってくるわけですね。でまずこれが一つの条件ということになるわけです。この打ち落とすためのです、当たり前ですね、向けてね、変なところに向けるわけはありませんから。でそうしてこれからこの時の T6 からですよ、 T を出してやりましょうって、これですね。でこれをここにこの5のこの X1 とこれを等しいと置いたここに代入してやればいいと、 T のとこれを、つまり6から導いたやつをね、ここに入れてやればよろしい。そしてあとは
計算していけばこういうふうになってこれが得られるということになるわけです。ね。でこれで、これを満たすような打ち方シーター取って、V1 と V2 との関係がこういうふうに、この辺は大体ですねレーダーでどんくらいの速度で消えるとかいうのは分かりますからね、やるとできると思うんですね。問題はシーターをどんだけの角度にするかということになると思います。でこれでシーターをこれで解けばよろしいと。で今日は、ここまでといたします。苦情なしでお願いいたします。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。